今更聞けない。高市早苗さんってどんな人？ヘビメタ少女だった。デーモン閣下好きだった。バリバリバイク少女だった。もっと知りたいけど、時間を割いてまで知りたいわけではないし、そんなあなたに最適な聞き流し動画です。サクッと10分の聞き流しで、ふわっと政治関連は一切なしで、高市早苗さんの人となりがつかめます。この動画では、高市早苗さんの知られざる素顔に迫る5つの意外なエピソードを次々とご紹介します。では、早速見ていきましょう。エピソードその1、ヘビメタ少女だった学生時代。まずは、高市さんの意外な学生時代からご紹介します。大学に入った高市早苗さんは、軽音楽部に所属し、ヘビメタルバンドのドラマーを務めました。高市さんがドラマー？驚きですね。ツーバスドラムを激しく叩く姿は、友人たちから一見クールな優等生なのに、ステージでは熱狂的と評されたとか。その頃から、早苗さんは世紀末ファンで、デーモン閣下を大いに憧れの存在としていました。なんとも意外ですね。その後、政治家になってからも、総務省時代、電波の日の記念イベントで、デーモン閣下が登場すると、早苗さんは会場のライブに駆けつけました。大学時代にドラムを叩いていたことを明かしつつ、閣下の曲でいつも自分を鼓舞していますとコメント。ステージでの飛び入りドラム演奏を勧められたが、お金を払ってきたお客さんに失礼なのでと誇示したそうです。エピソードその2、峠をかけたバイク少女。次は、高市さんのもう一つの意外な素顔、バイク少女時代です。16歳でオートバイの免許を取得した高市さんは、根っからのバイク好きで、高校時代から地元奈良の山道を颯爽と走り、爽快感に魅了されていったそうです。16歳でバイク免許？驚きですね。学生時代には、川崎 Z400GP 黒い車体に金色のホイールにこだわり、鈴木の GSX400S 刀にも乗っていました。バイト代が貯まると、日本全国の海岸線沿いをツーリングで走破して、カーブの大井浦六甲や大阪阪奈道路を攻めるのが大好きだったと語っています。面白いですね。20代前半の頃は、バイク漫画バリバリ伝説に熱中し、自身の走りにも磨きをかけました。夏の暑い日、風とアスファルトの熱を肌で感じながら疾走する心地よさは格別とのことで、生涯忘れられない青春の感覚と振り返っています。ただし、議員になった後の37歳頃、もし事故で怪我をして国会を休んでは有権者に申し訳ないとの思いから、公道でバイクに乗ることを断念しました。それでもレース映像を見たり、新モデルをチェックしたり、バイク愛は続いており、2005年の道路交通法改正では、一般道より高速の方が安全と主張したほど、安全と情熱を両立させた、稀有なライダー政治家だったんですね。エピソードその3、筋金入りの阪神ファン。では、次は高市さんのもう一つの顔、熱血阪神ファン時代についてです。高市早苗さんは、筋金入りの阪神タイガースファンとして永田町でも有名です。なんと、2003年に阪神がリーグ優勝した際には、日本テレビ本社前で阪神応援歌、六甲おろしを熱唱するほどの熱狂ぶりだったと伝えられています。高市さんが六甲おろし熱唱？面白いですね。そして、2023年、38年ぶりに日本シリーズ優勝し、日本一を果たすと、高市さんは X に感動で号泣と投稿し、喜びを爆発させました。大阪での公演を終えて飛行機で急ぎ帰京し、最終戦は1回裏からテレビ観戦、ボケーが本だら、いてまえ、よっしゃーと関西弁の罵声や歓声を絶叫し続け、人が変わったように応援していたと自ら明かしています。夫からも、観戦中は別人で、独り言をブツブツ言ってテレビにかじりついてる。家出か別居の危機だと苦笑されたとか。それでも試合後には、両チームに感謝します。と健闘をたたえ、道頓堀周辺でファンが興奮して川に飛び込まないよう、大阪府警が警備を強化したことに触れて、
皆さん怪我だけはしないでねと勝利に泣き笑いしつつ配慮も忘れませんでした。エピソードその4、苦労人の原点。ではここからは高市さんの苦労人としての素顔に迫ります。まず小学1年生の時に大幅に年の離れた弟が生まれました。幼いながらもお姉ちゃんとしておむつ替えやミルクをあげるなど弟の面倒を見ていたそうです。友達と遊ぶ時間も削り弟の世話を優先する毎日だったとか。小学生でおむつ替え、驚きですね。両親共働きの家庭で年長の子供として弟をあやしたり寝かしつけたりする責任を自然と担いました。幼い頃から家族思いで面倒見が良い一面が培われたんですね。そして高校卒業時、高市さんは神戸大学、慶應義塾大学、早稲田大学の3校に合格しました。ただし両親は短大に行かないなら学費は出さない、女の子を一人暮らしさせられないと猛反対、東京で学びたいという強い思いを募らせたものの、経済的な問題もあり結局東京行きは断念し、泣く泣く地元から通える神戸大学を選択することになります。親子の思いの衝突ですね。神戸大学経営学部へ進学した高市さんは、親からの学費支援は受けず、自活の道を選びました。奈良の実家から神戸大学までは、往復6時間、毎日満員電車に揺られて通学し、移動時間を有効活用して、車中でも勉強に励み、学費や生活費は自ら、飲食店のウェイトレス、家庭教師、塾講師、イベントの受付など、様々なアルバイトを掛け持ちして、生計を立てていたそうです。時には授業後すぐバイト先に走り、深夜に帰宅してから課題に取り組む日々もあったとか。後に高市さんは、親のすねをかじらず、済んだのは誇りと語っています。睡眠時間を削り、過労で倒れそうになりながらも、学業を諦めなかった経験が、後の不屈の精神の礎となったんですね。エピソードその後、ロマンチックな結婚秘話。では最後に、高市さんのプライベートに関する意外なエピソードをご紹介します。2003年11月の衆議院選挙で、高市早苗さんは落選という苦杯をなめました。議席を失い、途方に暮れる中、自身の公設第一秘書を当選同期だった山本拓議員の事務所に預け、事務所の備品も引き取ってもらうことにしました。その別れ際、山本氏がいきなり、あなたも引き取らせてくださいと告げたのです。これは紛れもないプロポーズ。山本氏とは以前から議員同士として面識はあったものの、交際関係にはなく、まさに交際0日婚となる電撃的な申し出だったんです。驚きですね。電話でも改めて本気で結婚相手を探しておられるなら、僕もバツイチですので立候補しますよとユーモアを交えて伝えられ、早苗さんは1週間後に即断即決で了承。2004年9月、2人はスピード結婚しました。交際0日婚。ドラマみたいですね。晴れて夫婦となった後、周囲には山本さんの男気に惚れたのではと噂されました。落選で辛い時期に支えてくれた年上男性のまっすぐな思いに、早苗さんの心も動かされたのでしょう。さらに、再婚にあたり問題になったのが、名字でした。戸籍上は1度目の結婚で、山本姓になっていた早苗さんでしたが、政治活動では旧姓、高市を通称で使い続けていました。そこで2人はどちらの姓を名乗るかを、じゃんけん一発勝負で決めることにしたんです。ユニークですね。真剣勝負の結果、早苗さんが勝利、負けた方が改姓ねとの約束通り、夫の拓氏が高市姓に改めました。つまり、男性が妻の姓を名乗る形となり、拓氏は高市拓さんに長らく政界で山本拓として知られた人物が改姓するのは珍しく、日本初のファーストジェントルマンと話題になる前にすでに日本初の夫婦別姓逆転劇として話題になっていました。これには拓氏も、いやー、じゃんけん弱くてね、と苦笑したとか。しかし早苗さんは、勝ち負けじゃなく、彼が私の姓を背負う覚悟をしてくれたことが嬉しいと感謝したというこのエピソードは、
自由闊達な2人らしいユニークな結婚秘話ですね。終わりに、以上、高市早苗さんの知られざるエピソード集でした。ヘビメタドラマー、バイク少女、熱血阪神ファン、往復6時間通学、交際0日婚、政治家としてのイメージとは全く違う素顔がたくさんあったんですね。気になったエピソードはありましたか？コメント欄で教えてください。次回もお楽しみに。チャンネル登録と高評価をいただけると、次回の動画の通知が届きますので、ぜひお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。